皆さんこんにちは、天狗そばです。今日もね、ゆるく雑談していきますので、何かしながらでもゆったりと聞いてみてください。もしよろしければ気軽にコメントをしてくださると嬉しいです。どうぞよろしくお願いをいたします。さあ、今日は、ちょっとおしゃべりするのが久しぶりなんですよ。ちょっとね、2日ぐらい空けてました。今までは、毎日収録をしてたんですけれども、ちょっと、収録したビデオの方が溜まってしまって、これはいかんと思って、ちょっと集中してね、2日間ぐらい、編集をしておりまして、編集って言っても、ちょっとこう、雑音が入ってしまったところを直したりとか、そういったことなんですけれども、それをね、ちょっと慣れないソフトを使いながらやっていたら時間かかってしまってね、2日間ちょっと空いてしまいました。なんか久しぶりに喋るとやっぱり楽しいなっていうかワクワクする感じですね。寂しかったです。2日間話せなくて寂しかったんですけれども、また、戻ってきましたのでよろしくお願いします。さあさあ、今日が12回目かな？ 12 回目のテーマだと思うんですけれども、なかなか進んできましたね。12回目か。AI が用意してくれた100個の質問に答えましょうということなんですけれども、今日の雑談テーマは、子供の頃よくやっていた遊びはっていうことなんですが、子供の頃よくやってた遊び、どうでしょうか皆さん。思い出せます？なんかね、正直私この質問パって最初に来た時ほとんど全く思い出せなくって、子供の頃よくやってた遊びどんなだったかなと思って、でそもそも子供の頃ってどれぐらいの時期かなっていうふうに考えた時にちょっと分けてねお話をしようかなっていうふうに思ってます。今日はですね、だいたい幼少期から保育園、そして年長さんになって小学生になってぐらいの話をしていこうかなっていうふうにちょっと細かく分けてねしていこうかなっていうふうに思っています。一生懸命思い出そうとしたら思い出したかなぐらいな感じなんですけれども、皆さんはどうでしょうか？思い出せます？なかなかね、思い出せる方にとってはめちゃくちゃ懐かしいわっていう記憶もあるでしょうし、私みたいにあれ何やってたっけっていう人にとっては結構ね難しいトークテーマだと思うんですけれども、さあ早速お話をしていきましょう。幼少期。まずね、私ね、このね、子供の頃よくやってた遊びはっていうテーマを話す上で、ちょっと、あの、ネガティブなことを語ってるつもりはないんですけれども、最初に大前提として言っておかなければならないことがありまして、それが、私ね、友達がね、少ないんですよ。めちゃくちゃ少ない。で、それは大人になってからどうのとかじゃなくて、小さい時から人と話したりとか、人と知り合う。まあ、一回仲良くなれば結構友情は続くんですけど、その仲良くなるまでっていうか、その人見知りですよね。それが多分すごく激しいんだと思うんですよ。人見知りっていうと、一番最初に話しかける、あるいは話しかけられる。ねえねえ、名前なんていうの？どこから来たの？みたいな、そこが厳しいって思う方いらっしゃると思うんですけど、人見知りの人っていうのは、それももちろん厳しいんですけど、その次が厳しいんですよね。例えば、ねえねえ、どっから来たの？なんとかちゃんって言うんだ。へえ、天狗そばって言うんだ。へえ、架空の世界で、あれなんだ、異世界で蕎麦屋さんやってるんだ。仲良くしてね、よろしくね。じゃあ今日一緒に遊ぼうかって言って遊んで、次の日なんですよ。そこがしんどいんですよ。昨日あんだけ仲良くしてくれてて、一晩空くと、子供ってまあまあ大人もそうかもしれない、大人はでもそんなこともないのかもしれないんですけど、子供って結構我に返るっていうか一回冷めるんですよ、昨日の熱がね。でそうすると次の日会った時にどういう顔をしてどういうテンションで会えばいいかがわからないんですよね。これ人見知りあるあるじゃないですか。私もね人見知り極めてますからその最初のよろしくねのところはなんとかやれるようになったんですよ、高校生ぐらいで。
時間かかりすぎだろうって感じなんですけど高校の入学式ぐらいの頃から大丈夫になったんです。ちょっと一緒にお弁当食べようよ、どっから来たのみたいなね。うん。ただね、次の日ってなると、なんかちょっと1日目に口約束してたりするんじゃないですか。例えば、こうなんか、じゃあ明日これして遊ぼうよ、プリクラ交換しようよとかさ、シール交換しようよとか、小学校とかだったら。なんかね、それを、私は律儀なんで、めちゃくちゃシール用意して、あるいはめちゃくちゃプリクラ用意して、待ってるんですよ、次の日に。今か今かとね。でも、相手の子は、そんなに思ってなかったりするんですよ。もう覚えてなかったりとか、自分は持ってきてなかったりとか、あ、そういえばそんなこと言ってたね、みたいな。でも私はめちゃくちゃ真に受けてるんでめちゃくちゃ用意してきてたり、心の準備も整ってきてたり、もうね、ひどい時なんてね、ちゃんとプリクラをね、見返してね、高校生の時なんて、このプリクラはいつどういう時何々ちゃんと撮ったプリクラなんだっていうのを復習してから行ったりとかしてましたよっていうくらい、人見知りです。はい、話がちょっとガーッと言ってしまったんですけれども、戻りましょう、幼少期の話にね。まずはね、そこから話さないと。なんで、私はね、もう小学校上がる前、もうほんと物心ついてぐらいの時から人見知りだったんですよね。皆さんもどうですか？人見知り度は結構高い方、それとも全然っていう方もいると思うんだけど、人見知りをね、してしまっていて、保育園に入っても、まあもう保育園嫌だのオンパレードですよ。もう朝泣き叫んで玄関でもうなんか下駄箱にしがみついてやだ行きたくないみたいな、もうそういうタイプの子供で、行ったら行ったでもう超一人遊びですよ。もう超一人遊び超えてる超だからねもうね、まず指吸いがすごく激しくてですね、めちゃくちゃ指吸ってて、もう指を吸うと指の先から何か魔法の何か薬品が出てきてるんじゃねえかっていうぐらい想像力が豊かになりましてですね、もう目の前がお花畑っていうか、ディズニーランドみたいになるんだよね。で、指をずーっと吸いながら一人でじーっとしてるんで、もちろんこう話しかけてくる子もいないんですよ。ね、一緒に何々しようよって言ってくる子も全くいない。保育園の時とかってきっと多分お互いにこうそんなになんていうのかな、利害関係あんま考えてないっていうか、普通にちょっと気になった子に話しかけて一緒に遊ぼうよ、あいいよバーって言って、まあそういうなんか軽いノリだと思うんですよね。ブランコ、滑り台、砂場、鉄棒、まあその他遊具、あるいは追っかけっことか縄跳びとかいろいろやると思うんですけど、私は何にも誘われず、逆に誘われたくもなく一人でずっと指を吸ってぼーっとしてる感じの、年少さん年中さんを過ごしました。そしてだんだんまあ一人を極めますからね、超一人遊びですから、指吸ってるのも飽きてくるわけですよ。でもだからといって誰かと遊びたいっていう気持ちも起こらない。でまずね、折り紙ですよ。折り紙めちゃくちゃハマりました。ちっちゃいから折ることはできないんですよね。折り方も知らないし。で、先生とかもね、優しく来てくれて、天狗そばちゃん一緒にじゃあ折り紙しようよとか言って、折り紙折り方教えてくれるんですけど、あのね、これ個人的な意見なんですけど、小さい子供って多分折り紙を見て折りたいって思ってないんですよ。もう想像力が豊かすぎて、なんていうのかな、折って物を作って楽しもうっていう、その、なんだろう、考え出されたルールに乗っかってないっていうか、ただ色を見てそれをちぎってみたり水で濡らしてみたり、なんかそれだけですっごく楽しいんですよね。だからなんかその先生はね、すごい一生懸命ハートの折り方とかなんか鶴の折り方とかもすっごい一生懸命教えてくれて、私が折れないんですいつまでも。だからなんかかわいそう、天狗そばちゃんかわいそう、もっと教えてあげるみたいな感じですごい教えてくれるんですけど、ありがたいんですけど、私は折ることには全く興味がないんですよね。で、何に興味があるかっていうと、それをねちぎって、すごく細かくちぎって食べてたんですよね。もうね、折り紙が好きすぎちゃって、
なんかインクの匂いとかするんじゃないですか、こう匂い嗅いでみると。で、薄紫の匂いとオレンジ色の匂いと赤の匂いと金色の匂いとなんか違うんですよね、ちょっとずつ。まあインクが違うんでしょうね。で、それがすごくこう神秘的で、食べたらどうなるんだろう。まあ食べ物でもそうじゃないですか。最初匂い嗅ぎますよね。で、あ、美味しそう。じゃあどういう味がするんだろうって言って食べてみる。まあそれと同じで折り紙も、あ、いい匂いがする。じゃあ食べてみようかって思って食べてた。で、先生はもちろん多分気づいてないと思うんですよ。止めないからね、それを。すっごくちっちゃくちぎって食べてたんですよ。ドン引きですか？いや、だって小さい子供だからね。いやー、折り紙食べるのはダメですよ。冷静に、今考えると冷静にダメよ。ね、よく健康被害がなくてよかったなって思うんですけど、まあ、って言ってもほんのちょっとですからね、別にそんなガツガツもうご飯みたいに食べてたわけじゃないから、大してね、そんな何かがあるっていう、運ばれるとか、そんなことはないと思うんですけど、腹痛があるとかね、全然それはなかったんですけど、とにかく、折り紙が好きでしょうがなくて、折り紙に恋して過ごしていた年長さんの初め。うん。で、ある時に、まあ、先生から、それちぎらずに何か別の使い方してみようよみたいな感じで提案されたんです。それちょっと別の先生、さっき折り紙の折り方を教えてくれたのとは別の先生なんですけど。で、その先生は何を教えてくれたかっていうと、なんか、ちっちゃい箱を持ってきてくれて、何かこうクリップとかが入ってた箱、こう職員室とかにあるんじゃないですか、そういう箱がいっぱい多分。それをね持ってきてくれてね、それをね包むやり方を見せてくれたんですよ。折り紙で包む。で、私これは折り紙を教えてくれた、その折り方を教えてくれた先生には申し訳ないんですけれども、このね、折り方よりもラッピングを教えてくれた先生の方が、なんていうかこうちょっとこう好きだったというかちょっと信頼してたんですよね。で、あ、じゃあまあこの先生ごめんなさいね、なんか保育園生のくせになんか先生に優劣つけるっていうのもね、なんか良くないと思うんですけども、なんかその先生も担任の先生だったし、ラッピングの先生は。近しい先生だったので、なんかこう、ちょっとこう、じゃあこの先生の言うことだったら聞いてみようみたいな気分になってたんですよね。で、それで、じゃあラッピングしてみましょうということで、そのクリップかなんかの空箱をもらって、それをラッピングしてたんですよ。で、ラッピングしても、空箱は1個しかないんで、ラッピングして剥がして、で、また別の折り紙でラッピングして剥がしてっていうのを繰り返しやってたんですね。そしたら、まあね、子供ですから、何でも上手になりますよ。繰り返しやってればね、もう大体10個目ぐらいでめちゃくちゃラッピング上手になってる子供みたいな。先生もびっくりみたいな。で、先生が、そのラッピングを教えてくれた先生が、じゃあもう折り紙じゃ足りないからって言って、本当のラッピングペーパーを持ってきてくれて、本当にね、ちっちゃい空箱じゃなくて、ちゃんとした小箱を持ってきてくれたんです。もう、なんていうのかな、ちょっとしたプレゼントが入るくらいの小箱を持ってきてくれて、で、結構キラキラした綺麗なこうラッピングペーパーみたいなのをね、子供に使わせてよかったのかなって今になったら思うんですけど、模造紙とかね、結構こう大きめな紙を持ってきてくれてて、で、ね、天狗そばちゃん、せっかく上手になったから、もうちょっと大きいのに挑戦してみようみたいな感じで、そうそう、その折り紙と、クリップの空箱は一旦置いといてみたいな感じで、始めたんですね。で、最初やっぱり難しくて、こう感触を起こすっていうか、もうできないみたいな、もう折り紙に戻りたいみたいなことを言うんですけど、その先生がまあ熱心にね、教えてくれて、もうちょっとね、ここで押さえるといいよとか、ここはセロハンテープで、もうひっつけとくといいよとか、いろいろ教えてくれるんですよね。ね、先生も根気があるなと思って、なんで私にそんなラッピングを教えたいのかちょっとわかんないなって今になったら思うんですけど、でもね、一生懸命教えてくれて、それで、まあ、ようやくベタベタのなんか変な下手くそなやつが出来上がるようになったんですけど、またそれ剥がしてやって剥がしてやってって何回も何回もやってるんですよね。そうするとやっぱりねできるようになるんですよね。ですごく上手になるんですよ。
で、そうするともうすっごく上手なんで、他のクラスの先生がね、なんかね、見に来るようになって、なんか天狗そばちゃんはすごくおしゃれなラッピングができるみたいな、なんかすごく上手なんだみたいなことを噂に聞きつけて、なんか全然知らないなんかひまわり組とか増産組とか、なんかいろんなところから日替わりで先生が来て、なんか担任の先生からちょっと聞いたんだけど、ラッピング上手なんだって見せてみてみたいな感じで、なんか本当になんだろう、興味が本当にあったのか、それともなんかこう担任の先生が見に行ってあげてって頼んで、それのをこう聞いて、なんか時間空いた時に来てくれてたのか未だにわからないんですけど、なんか来てくれてこう褒めてくれて、なんかみたいなことをすごいしてくれて、あのすごいこちらとしてはまあモチベーション上がるというか、やっぱり褒められて嫌なね子供はいないと思うんで、それなりに嬉しかったと思うんですよね。で、それぞれのクラスで多分備品みたいなのは決まってると思うんですよ。備品の量みたいなのが。で、やっぱり子供がね、そんなに一人でずっと模造紙とか箱をいじってるクラスは多分他にないっぽくって、で、他のクラスで余ってるラッピングペーパーとか模造紙とか画用紙とかそういったものをね、箱とかをね、先生たちがバンバン持ってきてくれるようになったんですよ。それでもう包みまくってたんですね。で、包んだやつ、まあ綺麗に包めてどうしようもないじゃないですか。もう完成したらいらないので包むことが楽しいわけなので、どうしようかなと思った時に、そのね、チューリップ組っていう、まあ、すごいちっちゃい子供っていうか赤ちゃんですね、ほぼほぼ。赤ちゃんのクラスの先生で、ゆり先生っていう、チューリップなのにゆりというゆり先生っていう、すごいね、まあ、こんな言い方したらおかしいかもしれないんですけど、すごい若くて綺麗な先生がいたんですよ。別に担任の先生がそうじゃないって言ってるんじゃないですよ。若くて綺麗な先生なんです、みんな。でも、なんか個人的な本当好みっていうか優劣つけてるわけじゃないんですけど、チューリップ組の、ゆり先生はすごい好みの先生だったんですね。で、その先生が1回だけ見に来てくれて、すごい褒めてくれて、で、なんか一つね、記念に持って帰りたいみたいな、自分のクラスに持って帰って飾りたいよみたいなことを言ったんですよ。だからまあ、その先生はじゃあ気に入ってくれたんだなっていうことが分かったんですけど、で、まあ、出来上がった箱たちしょうがないんで、チューリップ組のゆり先生に届けるっていうところまでやるようになったんです。だから包んで出来上がったゆり先生のとこ持ってく、喜ばれる、それでワンサイクル終わりで、また包むだからまあ1日に2、3個ぐらいはゆり先生に会う。で、ゆり先生に箱を渡すと。ただ、ここで一つ困ったことが起きまして、まあ、ゆり先生ね、優しかったんですけど、ゆり先生的にはラッピングされたっていう時はプレゼントだって思ってたんですよね、ご自身ね。自分へのプレゼントだって思ってた場合、そのラッピングペーパーを開けて中を見る、中に何か入ってる、それは自分へのプレゼントだっていう風な考え方だったんです。でも私にとってはそのラッピング自体が作品なので、ラッピングされたそのものが、まあ、作品というかプレゼントであったという形の気持ちでいたんです。で、私が持ってくと、ゆり先生は必ずラッピングを開けるんですよ。で、中を確かめるんですよ。で、中空っぽなんですよ。空箱を包んでるだけなんで。で、ここで発生するのが2人ともモヤモヤする。まず、ゆり先生は、なんかこの子毎日毎日プレゼントを運んでくれるんだけど、必ず中が空なんだよね。私に何をしたいのかがわからないと。うん。で、まあ担任の先生に相談する。で、私は私で、一生懸命ラッピングしてあげてるのに、まあ、してあげてるっていうか、まあ、自分ので好きでやってるんですけど、してプレゼントしてあげてるのに、それを目の前で壊すと。それは傷つくと、やっぱり。っていうのを担任の先生に言う。担任の先生は2人それぞれに、いや、これはね、天狗そばちゃんは包むこと自体が楽しいから
とか、いやね、ゆり先生はね、このプレゼントを開けることが楽しいからみたいなことをお互いに頑張って言ってるんですけど、お互いがモヤモヤすると。そこでね、担任の先生がちょっと一時期、なんて言うんでしょう、プレゼント禁止令出しまして、で結構ね、その時保育園の中でプレゼント流行ってたんですよ。お互いに、その先生にっていうのはないかもしれないんですけど、こうお互いにこう作ったものをプレゼントし合う、なんとかちゃんがなんとかちゃんにプレゼントしましたみたいなことをこう帰りの会みたいなので先生が言うんですよね。でみんなはすごいみたいな、こう折り紙で作った何々をプレゼントしました、画用紙で切り抜いたハートをプレゼントしましたとか。でも私のせいでプレゼント禁止令が出ちゃったんで、全員プレゼント交換なしである日なっちゃったんですよね。まあ多分先生もね、すごいストレスだったと思うんですよ。双方から苦情が来てね。もう本当に申し訳ないんですけど、もう子供だったんで何も分かんなかったんですよね。本当すいませんって感じなんですけど。それで、なんでプレゼント交換しちゃいけないの先生ってなった時に、どうやら、まあその担任の先生がみんなに言ったとは思えないですけど、もちろん内密にしたとは思いますけど、まあ子供ですから察しが良くてですね、どうやら天狗そばっていう子がなんかやらかしたらしいと。あの子のせいでお互いにプレゼント交換をすることができなくなったんだ、なんだあいつはっていうことで、ちょっと冷ややかな目で、まあいじめられるとかまではいかないですよ、もちろんね。まあちっちゃい子供なんで。ちょっと冷ややかな目で見られるようになりまして、なんか余計に一人になってしまった。でももうラッピングできないし、ね、なんかもう資材もそんなにない。で、プレゼントする先もない。そもそもプレゼント交換禁止。ってなってしまって、天狗そばついにね、八方塞がりと言いますか手持ち無沙汰になってしまったんです。うん、悲しいね。ちょっとこうやって話してみると結構絶望的なんですけれども、いや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 、そんなことばかりは続かなくてですね、担任の先生がね、見かねて、天狗そばちゃん、ね、ラッピングすごく上手になって、先生もすごく誇らしいけど、まあ今回ね、こういうちょっとプレゼント交換禁止っていうことにしましたんで、せっかくだからこれを機に外の世界に出てみないかと。で私はね、いやいやもうそんな友達と交わるなんてもう誰が誰だか分かんないし、みんな同じような格好しててみんなピンク色のねスモックっていうんですか着て、なんか薄緑色の帽子かぶって、みんな髪の毛同じような髪型で、もう誰が誰だか全然分かんないと。で誰とも友達になろうと思わないと、まあ、ぐずぐず言ってはいたんですけど、まあ、先生根気よくてね、いやいやそんなことないと、みんな天狗そばちゃんと仲良くしたいんだと。ただなんとなくね、どうやって声かけていいか分かんないだけなんだよ。で一回ね輪の中に入ってしまえばもう本当お友達いっぱいになるから一回やってみてごらんというわけですよ。でいや嫌だなーって思いながら、もうめちゃくちゃ嫌だったですよ。もう今でもどんぐらい嫌だったかすごいまざまざと思い出されるんですけど、一回ねドッジボールに入ってみないかって言うんですよ。で先生も結構ロックだなって思うんですけど、今までずっと部屋の中にいた女の子をね、いきなり男の子男女混合のドッジボールに誘うっていうあんなね球の当て合いですよ。あんなねことに入れるかと、もうブチギレ、天狗そばブチギレあんなもんに入ってたまるから、もう大泣きでグズグズで、先生も大丈夫だから、もうショック療法ですよね、一種の一番厳しいやつ最初にやらせといて、あと他のことやらせ。でもね先生のねやり方は間違ってなかった、今考えると。先生のショック療法がなかったら、今でも私は、まあ今もそんな入ってないですけど今でも私はねずっと人の輪の中に入れなかったままかもしれない。なんかね、何かの記事でね、ごめん、話ちょっと飛ぶんだけど、何かの記事で読んだことあるんだけど、やっぱりスポーツを介して人と交わるっていうことはすごくいいことみたいなんですよね。なんか、こう、会話だけで人と関わるっていうよりは、何かこう、スポーツを一緒にやること、こう身体活動を介して人と交わることで、何かこう気分よくね、結構ハイな状態でお互いに関わり合えるっていうか。
だからまあもしかしたらそういうのことを保育士さんの学校で勉強されてたかもしれないですね。だからこう、なんだろなんだろ絵本の読み聞かせとかさ、お絵かきとかそういうのじゃなくって、あえてドッジボールでって思ったのかもしれないです。うん。いやーでも先生もロックだなーって思うんですけど、かなりね、ドッジボールってね、いきなりちょっとハードル高すぎやしないか。まず砂場とかからさ、まず滑り台でちょっと滑ってみようとか、そういうとこじゃないんですよ。でもね、ドッジボール良かったですよ。一番最初のドッジボール。もうルール教えてもらって、もうルールわかんないわかんないって、本当わかんなかったんですよ。いいわけじゃなくて。でも難しかったんです、当時の私には。なんかね、こっちの四角の中で逃げ回って、たまにボール取って、相手に当てて、みたいな。で、当てられちゃったら外に出て、もう誰かに当てればまた入れると。まあ、そういうルールを一通り教えてもらって、とりあえず入れみたいな感じで入ったんですよ。行けみたいな。頑張れ天狗そばやっちまえと。でも最初はもう泣きながら、もうギャーギャー言いながら、球を避けるんですよ。で、そういうのって男の子から見るともう楽しくてしょうがないじゃないですか、そういうやつって。だからみんな私を狙うんですよ。もう大人気になっちゃって、天狗そばを狙えと。で、結構避けるのうまくて、取ることはできないんですけど、まあ、怖いから避けるのめちゃくちゃうまくて、子供用のね、パフパフした、まあ、ボールだったんで、実際当たってもそんな痛くはないんですよ。で、投げるって言っても子供が投げるものなんでね。で、パンって当たった時に、あれ思ってたより痛くない。顔面さえ、こう、守っておけば、まあ、顔面にもし当たったとしても、そのびっくりするというだけで別に痛くはないなっていうことが分かってからというものを、天狗そばちょっと脱皮しまして、一皮むけましてそっからね、ボールを取りに行くという、もう行動派に突然なりまして、ボールを積極的に取りに行って、当たったら当たったり外に出る。でも、また当てれば入ってこれるんでしょみたいな。もう開き直って。なんかもう一回当たっちゃったらそれで終わりみたいな。そういうのじゃなくて、もう一回当てて入ってやるみたいな感じで、意地になっちゃって。そしたらね、ドッジボール、結構男の子がこう、男女混合だったり男の子ほとんどでやってるようなドッジボールでも結構互角に戦うっていうか、メンバーとしてこう信頼されるようになってくるぐらいまでは上達したんですよね。でも本当にね、その担任の先生のおかげ、担任の先生もそれ見てもうご満悦やったなお前とそうで、先生がねやっぱり一番最初にドッジボールを選んでくれたのは本当に良かったと思う。っていうのは、さっきも言ったように最初ショック療法でドッジボールやっとくと他の何をやっても簡単に思えるんですよ。縄跳びでも鉄棒でも跳び箱でもね、ドッジボールほどは怖くないなというところで、とりあえず最初にドッジボールやっといて、後からいろんなやつやりましたよ。で、天狗そばが保育園生活4年かけて学んだこと、それは、人と関わることは最初は怖いけれども思っている以上に悪くない。そしてドッジボールは花一門目ほどは怖くないということでした。花一門目、これがねめちゃくちゃ流行しまして、私が年長さんの後半ですね、夏から冬にかけて大大大流行したんですよ。もうこればっかり。女の子はこれやらなきゃおかしいみたいな感じになっちゃって、私はドッジボールから引き剥がされるんですね。でドッジボールは男の子だけでやるみたいな感じで、私はドッジボールやりたかったんで、ドッジボールを遠目に見ながらね、何この花一問目っていうわけわかんないのは。で先生もようやくね、天狗そばちゃんが女の子たちと交流をできるようになったと、輪の中に入ってね、交友関係を築けるようになったっていうことで、わーいって感じで先生もすごくはしゃいでて、
で、また私にルール説明をしてくれるわけなんですよ。ね、天狗そばちゃんね、花一門目っていうのは、こうやって歌を歌いながら手をつないでお互いに、こう、人を引き抜き合うんだよと。なんだそれはと。人を引き抜き合うゲームってなんだそれ。花一問目 Google で検索してみましょうか。もうねこれホラーですよ。言わせてもらうと、花一問目日本の伝承遊びの一つです。2つのグループに分かれてじゃんけんをしたり歌を歌ったりしながら相手のグループから人を引き抜いていく遊びです。これは担任の先生が言っていた説明と全く同じ説明です。もうホラーです。怖い。なんでね、何が悲しくてね、まだ5歳にもなってないような子供たちですよ。がね、2つのグループに分かれてお互いに向き合って手をつないでね、なんだか不気味な歌を口ずさみながら、相手のグループの中から何ちゃんが欲しいかなんて選ぶんですよ、人を。5歳以下の子たちがそれをやるんですよ。この子よりもこの子が欲しいけど、この子だったらこの子の方がいいかなとか、本当はこの子が欲しいけどちょっと負けそうだからとかぶっちゃけな、こん中誰も欲しくないけど、まあまあこん中だったらこの子でいいかとか、もうね、相手の表情から何考えてるかが分かるんですよ。この子が本当に欲しくて言ってんのか、まあまあまあなのかっていうのが、だいたいみんなの表情、歌い方、笑顔、そこから分かっちゃうんですよね。誰が人気なのか、誰が不人気なのか、あるいは全く関心がないのか、あるいはこれ一番ひどい話ですよ。私があったことなんですけど、名前すら覚えていない、なんとかちゃんが欲しいって言うんですけど、なんとかちゃんっていう時に声が小さくなるんですよ、みんな。天狗そばちゃんが欲しいっていう時にみんな声が小さくなるんですよ。なんとなく名前覚えてないんですよ。欲しいか欲しくないかの前に、私の名前もしかして覚えられてないよね。まあまあわかるよ。長い間指吸ってたもんね。長い間折り紙食べてたもんね。ラッピングしてずっと部屋の中にいて、つい最近ドッジボールデビューしました。だから私の名前と顔一致してないの分かるよ。分かるけどさ、私をドッジボールから引き剥がしたのはあなたたちだよね。だったら少なくとも顔と名前くらい覚えとくってのが筋じゃないですか。ねえ、ひどくないですか？呼んどいて、輪の中に入れてくれるような顔しといて、頭数欲しかっただけなんですか？ 6 人6人66でスタートしたかったから、だから私を呼んだんですかって、そういうことなんですよ。ねえ、花一門目戦慄します。何ですかこのゲームは。誰が考え出したんですか？引き抜きゲーム。ね、なんかさ、大人になってからもそれってあると思いますよ。引き抜きゲーム。ね、部署と部署。ね、ママ友とママ友。あるいはもう高校とかでもあるのかな。ね、あると思います。恋愛でもあるかもしれません。このグループ、あのグループ、あのグループのあの子が欲しい。だったら引き抜いちまえと。引き抜かれた方は引き抜かれた方でね、嬉しかったり、あるいはちょっと気まずかったり、あんまり派手に喜んじゃいけないけど内心私が一番よと思ってたり、いろいろあるかもしれません。そうやって考えるとね、花一問目ってほんとバカにできないゲームですよ。どうですか皆さん、やりました？花一問目。女の子だったらやったんじゃないかな。男の子がね入ってきてた記憶は私の中ではないんですよ。多分ね結構退屈だったのかもしれない。やっぱり花一問目のコンセプトそのものが
あんまり男の子理解できなかったかなって思うんですよね。私もそんな理解してたわけじゃないんですけど、ルール聞いた時は本当戦慄しました。どうですか？女の子したと思います、花一問目。うん。小学校に入ってからもやってる子はいたかなって思うんですけど、でも一番流行ったのがやっぱり年長さん。本当に覚えてます。かなり鮮明にね。うん。花一問目いかがでしょうか？もうね、今鳥肌も軽く立ってる感じなんですけども。そういうわけで結構なんでしょう、女子と女子のねやりとり、人間と人間のやりとり、そういったものをですね、ひしひしと感じながら難しさ、ね、厳しさ、簡単じゃねえと、これだったらドッジボールの方がよっぽど簡単だと思いながら過ごしていた天狗そばなんですけれども、時が経つのは早いかな、卒園式の時が来まして、花一門目でお互い引き抜き合ってたような、私ちなみに最後まで引き抜かれないような子供だったんですけれども、本当に最後1、11とかまでなるぐらいまで引き抜かれなかったぐらいの子供だったんですけども、最後の卒園式の集合写真ぐらいは自分の周りにお友達が2、3人来てくれるようなくらいには成長したかなっていう感じでした。あのままね部屋の中で折り紙してたら多分誰も来てくれない一人写真だったと思うので、自分と優しい根気のいい担任の先生とプラスお友達と呼ばれる女の子2、3人いれば上出来じゃないですか。合格ということで、天狗そば小学校に上がりました。小学校、それは外に出なければならないというルールが敷かれている猛者の集まるあのまあファイティングフィールドだったわけなんですけれども、放課はですね、外は出なくちゃいけないよと。教室の中で何かしてるっていうのはその日病気の子だけ、風邪をひいてるとかね、足を骨折してるとか、そういう子たちはいいけれども、そうじゃないんだったら外に出て遊びなさい全員っていうのが私の小学校のモットーだったんですね。ドッジボールやって花一問目やってね、ここまでメンタル鍛え上げている天狗そばからしたらですね、それぐらいなんてことありません。もう折り紙もないしね、ピアノ弾けないしみたいな感じで一応外に出てました。それでもね、縄跳び、鉄棒、あとはそうだな、運転とかそういうことをやってましたね。つまり一人でできるような外遊びを基本的にやってました。校庭がありまして、結構広い校庭でした。でね、周りにこうぐるっとね、遊具があったんですよね。で、それは一人でできるような遊具ももちろんあったんですけれども、二人組でやるとか、4人組でやるみたいな遊具も結構あった。あるいはお互い譲り合わなきゃいけないとかね。そういうのはやっぱり悲しい話、ペアがいなかったんで、その辺の子を誘えばよかったかもしれないんだけど、なんか小学校になると変にお互い年齢を意識するようになるっていうか、小学校1年生の子がいきなり小学校3年生の子を誘ったりはしないじゃないですか。する子もいるかもしれないけど、私にはそれだけのコミュニケーション能力なかったのでちょっとねしなかったんですけど、誰が1年生か分かんないんですよね。とにかくね顔覚えらんないし、お互いにおしゃべりもしたことないんで、そもそもこの人1年生なのかな、そもそも誘っても別におしゃべりもしたくねえなって思ったら、縄跳び、鉄棒、運転でしたね。でね、小学校4年生ぐらいに朗報がありまして、皆さん今日からね小学校高学年になりましたと。で、今までは必ず外に出て放課は遊びなさいと言ってたんですけれども、これからはルールがちょっとだけ変わりますと。皆さん外に出て遊んでください。ただし、本を読みたい子、絵を描きたい子、この2つだけは、この2種類の場合だけは、クラスに残っていてもいいって言うんですよ。あ、そうなんだってなって、それからひたすら本を読むようになりました。どちらかというと本が好きっていうよりは、
教室にいたかったんですね。やっぱりインドアなのかな、生粋の。それで、図書館に行って本を借りて、図書館で読むっていうことももちろんあったんですけど、クラスに持って帰って、それで本を読んで、で、帰りまでにまた返して、なんかね、家に持って帰っちゃいけないっていうようなルールだったんですよね。だから、朝借りといて、放課ずっと読んで、帰りに返して家に帰るみたいなことをしてました。ここでね、ついに天狗そば花開くことになります。おめでとうございます。っていうのは私ね、今まで全然気づかなかったんだけど、自分でも絵が下手くそじゃないんですよ。うまい、まあまあってことに気がつきました。っていうのはどうしてかっていうと、クラスにね、漫画家になりたいっていう女の子がいたんですよ。でその子がね、棒人間で漫画を描いてたんです。で、ある日何を思ったのかわからないんですけど、その子はね、クラス全員の子にその漫画を読んでほしいっていうことで、なんかお家でね、コピーしてきたみたいなんですよね、たくさん。で、それをね、先生の許可を得て、クラスの子たちに配ってたんですよ。で、私も配られたんですね。で、私それ見た時に、話が入ってこないって思ったんです。だって棒人間だもん。誰が誰だか分かんないし。って思った時に、じゃあ私書いてみようかなって思ったんですね。で、漫画を描こうとは思わなかったんですよ、さすがに。漫画には憧れてなかったし、でも、人を描いてみるっていうことはできるんじゃないかなって思ったんですよ。で、その時に、インターネットが出始めてて、私のお父さんのパソコンを使って、ナルト漫画、ナルトのなんかね、画像みたいなのをコピーして、それをまずノートに貼って、ノートの上の部分に貼って、それを全く同じように写す、下にっていう練習をし始めたんですよ。なんで自分がそれが正しいやり方なのかとか、誰かに教えてもらったとか、誰かがやってたってわけでは全然ないんですけど、なぜかそれをやり始めたんですよ。で、別にナルトも知らなかったし、読んでもなかったし、なんですけど、とにかく自由帳を持ってきて、上にナルトを貼って、ページ上にナルトを貼って、ページ下に自分は全くそれと同じ絵を描くっていうことをやり続けてたんですね。そしたら、それが噂になって、なんか絵が上手い子がいるらしいと。で、中にはナルトの大ファンの子たちがいて、なんかナルト同盟みたいな女の子たちがなんか8人ぐらいのグループがいたんですよ。で、その子たちがなんかナルトのすごいプロの子がいると、ナルトを描きまくってるということで、なんか他のクラスから見に来て、私の机があって、私が描いてる周りが女の子で囲まれるっていう人生で初めての人から囲まれる体験をしました。今まで花一門目で弾かれていた私、ドッジボールでなんか球を当てられまくってた私、そしてなんかこうやって並べていくとね、悲しいんですけれどもね、空箱をラッピングしまくって先生からもやっとされていた私だったんですけれども、ついに花開くことになりまして、なんとかですね、女子の輪に入ることができるようになったんですね。おめでとうございます。わー、すごいすごいすごい。おめでとう天狗そば卒業です。卒業まだ卒業までには時間があるんですけど、小学校4年生の時に記念すべきハーレム状態っていうか、次これ書いて、次なんとか書いてみたいなキャラクターの名前言ってきて、私キャラクターの名前全く知らずに書いてたんで、ただこの人の顎尖ってるな、この人の目大きいな、この人の髪の毛オレンジ色だなみたいな感じでずーっと書いてただけなんで、誰書いてって言われても分かんないんですよ。で、私に書いてほしかったら、その人の画像を持ってきてほしいと。で、漫画を持ってくるの禁止なんで、学校にね。で、白黒じゃなくてカラーの画像を持ってきてっていう風に頼んでて、
でそれでみんなでね、お家で多分お父さんとかお母さんとかに頼んでパソコンで印刷をしてきて私に渡すんですよ。で私が自由帳の上にそれを貼って下に全く同じものを書いてビリビリビリって1ページ破ってその子に返すっていうのがかなり流行ったです。これの一つ面白いところは簡単に真似できないっていうことだったんですよね。私がもともと絵がそんなに苦手ではなかったっていうところもあったんですが、結構ね長い間それを練習していたっていうこともありまして、じゃあ私も人気者になりたいからナルトを描こうっていう風にやってる子たちもいたんですけど、数名。でもやっぱりそんな簡単に描けるようにはなれないんですよね。ということで私の周りのハーレム状態はしばし続くことになります。なかなか途切れない。次これ書いて、次あれ書いて、次はなんとかちゃん、じゃあその次は私みたいな感じで、こうなんでしょう、予約がどんどん入っていくと、仕事がどんどん入る、嬉しいみたいな、なんか人気漫画家みたいな感じになりまして、嬉しくなって調子に乗ってどんどん書くうちにさらに上手になるみたいな感じになっていきました。ここで天狗そば超方向転換します。と言いますのはこれもね遊びの話と全然関係ないんですけど、ちょっとねこぼれ話っていうか面白い方向に行きましたので、その話をちょっとしたいと思います。やっぱりさ、どの学校にもそのちょっとこう漫画好きとかナルト好きとかそういう絵が好きとかいう女の子とかってどちらかというとちょっとインドア派だったりちょっとオタクっぽかったり私と気が合う感じの子たちだったんですけど、どうやらなんか注目集めてる生意気なやつがいるらしいというちょっとヤンキーっぽい子たち、なんかクラスで目立つ子とか、優等生系で目立ってる子っていうよりはちょっとやんちゃっぽい子たちが私のところに来て、なんか書いてるらしいねと、何書いてるか見せてみろというところで見せた。見せないわけにいかないですよね見せたんですよ。そしたらへえなんかすごいじゃんと、何この漫画好きなの、なんかキモいねみたいな、なんかめちゃくちゃ書いてるねキモいねみたいな言われて、いや別にこの漫画自体は好きではないんだけど書くことが好きでめちゃくちゃ書いてますと敬語で答えてたんですけどなんか漫画はすごい面白そうだし線とかもかっこいいけど、この書き尽くしてるのはちょっとキモいねと言われて、そういうコメントをいただいて、ではいわかりましたっていう感じで受け止めたんですけど、次の日からなんか誘われるようになりまして、そのやんちゃな子たちから、なんかそんな絵とか描いてないでこっち来なよみたいな、で今からなんかダンスの練習するからって言われて、ええダンス何のことみたいな。私が小学校4年生の時ってスピードっていうアイドルグループがめちゃくちゃ流行ってたんですよ。で今から先生の許可を得てラジカセ借りてスピードの曲、なんか次の発表会があるからみたいな、なんかお楽しみ会みたいなのがあって、全校でやる。でそこの出し物の一環としてスピードをやるから踊らなきゃいけないから、それの練習に付き合えということで、私なんとスピードの曲を練習させられました。歌もダンスもなんか飛びすぎじゃないいきなりみたいな。でなんか今までナルトのファン、ナルトの絵のファンとして付き合ってくれてたそのハーレム状態の子たちも、なんかちょっとやんちゃな子たちと付き合い始めたから天狗そばちゃんちょっとよく分かんなくなってきちゃったみたいになって離れていっちゃって、私はどうしようみたいになっちゃって、でもとりあえず後には引けないから、スピードのなんかダンスと歌なんかほとんど歌わせてもらえなかったんで全然良かったんですけど、なんかほとんど私にパート振られなかったみたいな。でダンスもグループ自体は4人のはずなんですけど、なんか踊るのは10人ぐらいいて、
でなんか目立つ子たちだけ前に行って目立たない子たちは後ろの方で踊ってるみたいな感じで、私はその子たちの一員だったので全然良かったんですけど、ついにねスピードの曲をですね、やんちゃな子たちと一緒にラジカセをかけながら一緒にダンス練習するっていうことになりました。というところで、天狗そばの子供の頃の遊びの着地点はスピードのダンスを練習するでした。すごい成長ぶりということでね、なんかそういう流れって流れに身を任せるってすごいね。断らないってすごいですよね。なんかね、今ね話してて思うとね、なんかすごいね、子供の柔軟性っていうか、断る、まあ、いやいやってやってた時はあったけどね、幼稚園の時、保育園の時に。でも、なんか断る理由とか、断ることっていくらでもできたと思うんですよね。でも、どれも断らずにやった。そしたら勝手に導かれた。まあ、導かれたその先が、スピードのダンスで、それが良かったのか悪かったのかは分からないですけど、今でも。でも少なくとも経験値は上がったよね。で、少なくとも知らない子たちと交流することは増えた。そのスピードのダンスをしてる子たちもやんちゃな子たちだったし、結構いじめとかもやってたけど、やってる子も中にはいたけど、全員じゃないけど。でも、なんか、仲間には入れてくれたし、私を仲間外れにして、こなんか隠れてなんかやるとか、悪口言うとかもしなかったし、学校が終わった後もね、誘ってくれたりとか、一緒にこう駄菓子食べに行ってくれたりとか、そういうこともしてくれました。だから一概に悪かったとか、なんかもっとこうが良かったとか、なんかそういうのはないですね。結構自分の中で満足です今喋ってて感じました。不思議ですね。だからなんか今振り返って思うことはね、断らなくて方がいいってこと。まあ方がいいとは言わない、断らなきゃいけない時もあるか、もちろんシチュエーションとして。でも断らなくてよかったなーってちょっと思います。大人になったらね、もちろん断んなきゃいけないシチュエーションってあると思う。向こうが自分の利益のためだけに言ってたりとか、あとはなんかやっちゃいけないことを勧められたりとかすることっていくらでもあると思うから、ノーっていう勇気は絶対必要だと思うんですけど、でも子供が誘ってくるようなことって、別に絶対ノーって言わなきゃいけないようなことってほとんどないですよね。なのでドッジボールやろうって言われたらやるし、花一問目やろうって言われたらやるしね、絵を描いてと言われたら描くし、ダンスをやれと言われれば踊るし、という感じで導かれるがままにいられたのは良かったかもしれないなと思いました。ちなみになんですけども、こぼれ話、学校以外でやっていた遊びで結構おすすめというか面白かったものがありました。それはね、まずね、一人でできるもんごっこ。夕方に一人でできるもんっていう番組が今もやってるのかわからないんですけれども、結構ロングセラーなロングランなね番組がありまして、ちっちゃいね女の子がスタジオみたいなところのキッチンで料理をするっていうような番組なんですけれどもね、今考えればすごい競争率でしょうよ。あんな一人でできるもん、一人しかいませんからね、一人でできるもんだからね一人の女の子がですね料理するんですけれども、すごいオーディションを勝ち残って生きてきた子たちなんでしょうね。一人でできるもんに出られる子はね。で、まあ、その子たちを見てね、あ、可愛いな、すごいなんか髪型可愛くしてるなっていうところから見始めたんですけども、だんだんね、料理を見ていると、なんか自分にもできるんじゃないかなって思い始めて、夕方にはね、料理をするようになってました。なので、お友達とね、放課後に遊んでるっていうことはほとんどなくてね、夕方にはテレビ見て、まずテレビ見て、一人でできるもん見て、で自分も真似して料理するみたいな、家にあるものでね、同じものは作れないんで、まあ大体卵を割って卵焼き作るとか、ゆで卵作るとか、なんかそういうなんかね、なんかほんとすごい簡単なクッキーの作り方とか、なんかそういうのあったんでやってみたりしてました。楽しかったです。あとはね、これは超個人的な遊びなんですけど、
カップラーメンを屋外で食べるっていう謎の遊びなんですけど、なんか個人的にカップラーメンがすごく大好きだったのと、水筒の中にお湯を入れていって外でカップラーメンを作って食べるっていうことがすごく贅沢な気がして、これを一人遊びとしてやってました。たまに弟も誘いました。弟はね、私と遊びたいっていうよりカップラーメンが食べたいっていう理由だけでこれに付き合ってくれてたんですけど、なんかこう人気のないところに行ってですね、こう公園とかのなんか藪の中とかカップラーメンをこうちょっとしたキャンプごっこみたいな、一人キャンプごっこみたいな感じですよ。カップラーメンを開けて、こう水筒の中に入れてきたお湯注いで3分待って、そこで食べてゴミと一緒に帰ってくるみたいな、そういうことをしてました。これ楽しいよ、めちゃくちゃ。これ大人になっても楽しいと思います。ちょっとね、山の方に行ってカップラーメン食べて帰ってくる。これどうでしょうか、サラリーマンの皆さんとか OL の皆さんとか、ちょっとなんかやってみたら日常のなんかモヤモヤからちょっと解き放たれる気がしませんか？楽しいよ。ちょっと東京の方とかどうですか？高尾山とか登って、高尾山ダメか、飲食したらどうなんだろう、わかんないけど、ゴミさえ持ってくればいいのかな。持って帰ってくれば多分ほとんど大丈夫なところがあると思うんですけど、水筒の中にお湯入れてね、結構ね楽しいです。お湯はね冷めちゃうんですけど、冷めちゃうからね、麺はね結構固めなんですけど、でもねすごく楽しいですよ。外でカップラーメン食べる。あとはね、さっきも言ったんだけど、そのダンスグループの子たちとね、駄菓子を買いに行って食べるっていうことが結構流行ってたので、放課後に集まって、なんか約束の場所にね、集まって、それでお金をちょっと持っていて、それで駄菓子を買って、駄菓子っていっぱい買えますからね、ちょっとのお金で。100円とかですごいいっぱい買えたんですよ。私が小さい時は。もう10円とか5円とかで売ってるやつもあったんで。それで買って、で公園とかで食べたり、歩きながら食べて家に帰ってバイバイみたいなのだったりっていうので、結構それ学校以外でやっていた遊びとしては楽しかったかなっていうのの3つですね。でもやっぱり遊びってなったら学校とか保育園で何やってたかなっていうところですよね。その時間の方が圧倒的に長いので。はい、というわけで結構懐かしい思い出を掘り起こしてしまいました。いかがでしたでしょうか？皆さんの子供の頃にやっていたどう遊び、どんな感じでしたか？結構すぐにみんなと馴染んでいろんな遊びを楽しんでいたか、それとも私のように結構長い間超一人遊びの方を楽しまれていたか、もちろんそれもいいですよね。ちなみに今なんですけれども、今の遊びって何やってるかなって考えた時に、またこれもね今度話してみたいなって思うんですけど、一人遊び今でも好きですよ。やっぱりね、小さい頃なんか人は変わるって言うけど、いろんな経験を経て人間は変わるって言うけど、私は小さい頃にそうだった場合、大人になってもそうなんじゃないかなって思えるくらい、やっぱり一人が好きです。部屋の中にいるの好きだし、何かやるってなった時に一人でやるのすごく好きです。一人で寂しいとか、誰かにいてほしいとか、なんか予定を誰かとの予定を詰めたいみたいな、そういうことは本当にないですね。人生で一回もないぐらいないですね。なのでやっぱり一人好きなのかなっていうのが結論でした。はい、今回の放送はですね、もう58分も喋っていたんですね。2日ぶりに喋ったから楽しかったのかな。やっぱりこうやって一人で喋るっていうのも楽しいです。これも一種の一人遊びでしょうか。そうだね、私の一人遊び今これかもしんない。収録。でもですね、今後皆さんとも交流していきたいと思っていますので、ライブの準備を着々と進めております。ぜひパソコンのスペックが揃った時にはですね、皆様とコメントのやり取りの中で楽しみたいと思っておりますので、ぜひぜひご参加くださいね。それでは今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。楽しい時間を過ごしていただけましたでしょうか？次回の放送もですね、ぜひ聞いてみてくださいよ。盛りだくさんですよ。今日も盛りだくさんでしたでしょ？今日みたいな感じです。ぜひお楽しみにしていてください。そしてですね、チャンネル登録とコメントもよろしくね。ということで、今日の放送はここまでにいたします。最後まで聞いてくれてどうもありがとう。またね。バイバイ。